変な絵。何この絵？ギャグ？ってね、絵を完全否定されたことがある人、いますでしょうか？これ意外と多かったりするんじゃないでしょうかね。質問来ております。10代、はんにゃさんからの質問です。こんにちは、斉藤直樹さん。いつも動画を拝見し、学ばせていただいております。お話しされている言葉に励まされながら、日々絵を描いております。今回は、添削との向き合い方についてご相談させてください。私は短い期間でありますが、美術部に所属しており、立ち止まって絵を観察し、そこからストーリーを考えるようなイラストを描くことが好きです。現実ではできないこと、しないことを表現できる点に絵の楽しさを感じています。先日、添削サイトにて、ピアスをブドウにすることで陶酔感を表現したイラストを投稿しました。しかし、ブドウばかりに目が行く。大きなブドウでギャグ感が強い。もっとファッショナブルにした方がいい。顔が綺麗なので、ブドウはなくした方がいい。といった意見をいただきました。自分では、そのシチュエーションを美しいと思い、特にブドウピアスをつけている人を一番に描きたくて見せたい要素として描きました。そのため、ここまで否定的に受け取られるとは思っていず、とても心に刺さってしまいました。添削を受けたところで、これまで描いてきた自分の絵の積み重ねが無駄だったのではないか、このまま完成まで描ききれるのかわからなくなってしまいました。添削は全て受け入れるべきでしょうか？それとも自分の好きを信じて描き続けるのも大事なのでしょうか？お忙しい中だと思いますが、もしお考えをお聞かせいただけたら嬉しいです。長文失礼しました。ラフの段階ではありますが、ブドウピアスのイラストを上げた X アカウントを貼っておきます。変なアイディアは家庭を人に見せるな。はい、ということで、質問のご応募ありがとうございます。まず一旦ね、はんにゃさんが言っている大きなブドウピアスをしたイラストがどういうイラストなのか、それがわからないと皆さん話が入ってこないと思うので、最初に紹介しますね。はい、こちらのイラストです。はい、こちらですね、ラフの段階ということなんですが、完成形はまだ X に載っていませんでした。多分ね、ラフの段階でどなたかに添削を受けて、で、そこで否定的な意見をもらってしまったので、ちょっとね、そこでこう悩んでしまって、完成までまだたどり着けていないという感じなんじゃないかと思います。でですね、はんにゃさんの質問を受ける形で、まずね、もう結論先に言っちゃいます。はい。はんにゃさんの質問は、添削は全て受け入れるべきなのでしょうか？それとも自分の好きを信じて書き続けるのも大切なのでしょうか？という質問でしたよね。はい。それに対する僕の答えは、添削は全て受け入れるべきではありません。自分の好きを信じて書き切ってください。です。はい。これはね、もう、質問の聞き方の時点で、こういう風に言ってほしいっていうね、言い方全開なので、僕もね、サービス精神でそれに答えた、みたいな感じに皆さん思われるかもしれませんが、おそらくですね、はんにゃさんが欲しいと思っている答えともちょっとずれていると思うので、そのあたりをね、注意しながら、はんにゃさんは聞いてほしいと思います。はい、これなぜかというとですね、僕もですね、正直、現時点でのはんにゃさんのイラストからは、かなりね、ギャグっぽいニュアンスを感じています。そのギャグっぽい匂いを、この先はんにゃさんはどう調理するのか、という話にね、なってくるんですね。でですね、まず僕がはんにゃさんに伝えたいこと、一番伝えたいことは、変なアイディアは家庭を人に見せるな、ということです。アイディアがね、普通とちょっと違っている。もしくは、それを言葉にしてみて、それがね、他人に理解しがたい内容だとしたら、それはですね、残念ながら最終的な結果、言葉とか楽ではなくね、もう完成図を相手に見せなければ、人はね、理解してくれません。もう言葉だけ、もしくは家庭だけを見せられたとしても、他人からしたらね、それは、なんかそれ、変じゃね？やめた方がよくね？っていう感想しか湧いてこないんです。だってアイディアが変なんだもん。これですね、はんにゃさんの場合、ラフがもうありますけど、例えばこのアイディア、言葉だけ聞いたら皆さんどう感じますか？耳にめっちゃでかい一房のブドウがなってるみたいな、なんかそういうピアスがついていて、それが両耳から垂れ下がってんの。で、その少年がワインをテイスティングしてるイラストなんだよ。って聞いても、少なくともね、はんにゃさんが言っている通りに、美しいって想像できる人って結構少ないと思うんですね。なので、途中まで書いたとはいえ、そのラフの状態で、他人にはね、まだはんにゃさんが想像した通りに、美しさが伝わりきらない状態でね、絵を見せてしまったので、その人からしたらね、なんでそんな変な絵を描くのか理解できずに、このブドウちょっと変じゃない？でかすぎない？これ撮った方がよくね？ってね、めちゃくちゃ素直な感想を抱いてしまったんだと思います。ただね、お手軽にこの絵の違和感を解決する手段は、確かにブドウを撮るなんですが、じゃあブドウを撮ったとてどうなのかというと、それはね、もう普通なイラストになってしまいます。この巨大なブドウがあるからこそ、このイラストはなんか印象に残るイラストになっているのに、ブドウを撮ったらね、普通に綺麗な少年がワインを味わっているだけのイラストにな
なってしまいますよね。それはね、ハンニャさんが目指す方向性ではないと思います。なのでそういう場合にはもう、ブドウは取らずに、心からハンニャさんが美しいと思えるまで、このイラストを描き切るしかないと思います。ハンニャさんがしてしまった最初の失敗は、その過程でね、人に見せて意見を仰いでしまったところにあると思います。もしね、身近に、ご自身のセンスにすごく寄り添ってくれて、ハンニャさんの意向に沿う形で、建設的な意見を言ってくれる人がそばにいるのであれば、それはね、話が別なんですが、そうでない場合には、こういうね、ちょっと変わったアイデアは、途中段階や構想段階ではね、人に言わない、見せない、これをね、徹底した方がいいと思います。普遍的な良さを一つ含めよう。でですね、これまたちょっと別の話として、おそらく、ハンニャさんはラフの状態ですっていう予防線をね、張っているんですが、もうですね、ハンニャさんの中ではこのイラストを美しいと思ってしまっているっていうところが結構ね、これが問題だと思います。で、これ少なくとも僕から見るとですね、ハンニャさんが意見を求めたその人と同じく、正直ね、美しさよりもギャグっぽいテイスト、ニュアンスの方を多く感じ取っています。これはですね、ハンニャさんがちょっと天然っぽいところがあると思っていて、周りからしたらちょっと変なことを真顔でやってしまうっていうね、少し客観性に欠けたところがハンニャさんにはあるからだと思います。でね、僕はそこがダメだとは言ってません。むしろね、そこはそのままでいいと思うんです。なぜかというと、クリエイターっていうのはちょっと周りとは違った感性があった方が、人とアイデアが被らずに面白い作品が作れると思うからです。本当に簡単にね、お手軽にこの作品を、まともな作品にしようとするんだったら、それはね、この巨大なブドウを取っちゃうのが、お手軽ではあるんですが、それはね、ハンニャさんの魅力を根こそぎ、引っこ抜いてしまうようなことにもつながりかねませんので、それはね、そのまま残しておいた方が僕はいいと思います。じゃあ、ハンニャさんに欠けている視点は何なのかというと、変な部分は変な部分で残した上で、普通の人に伝わるような美しさをこの作品で表現できていないところだと思います。まだラフの段階だと言いますけど、正直ですね、このブドウのネックレス、あんまり現時点で美しいとは思えないんですよね。はい。ただ描いただけみたいに思えます。ハンニャさんが言う美しさが、質感なのか造形なのか、色なのかその全てなのか、あんまりね、この時点ではわからないんですね。でかいブドウが丸々一房ついているという変さはさておき、このブドウめちゃくちゃ綺麗だよね。美味しそうだよね。みたいな、そういう魅力があれば、作品に対する見方ってガラッと変わると思うんです。例えばですね、変だけど美しいみたいな例の代表例として、ジョジョの奇妙な冒険の、いわゆるね、ジョジョ立ちとか、あとはね、ものすごく奇抜な服とかがあると思います。あれをね、仮に世の中の人が見る前に、口で説明したとしたら、多分ね、みんな理解できないと思うんです。でも、結果を見せられているから、なんかよくわからんがすごく美しい。変だけどなんかかっこいい。っていう良さを理解できる人も出てくるんですよね。なぜそうなるのかというと、変な部分は変な部分として残す形で、その中に一般的な普遍的な美しさというのをちゃんと表現できているからだと思います。筋肉質な体の美しいバランスとか、造形美だったり、ポージングの美しさ、デザインの美しさなど、あんまりね、他では見ない変な形ではあるんだけど、でも単純に造形として見たら、確かに美しいよねっていうね、普遍的な美しさです。これがふんだんに盛り込まれているので、ジョジョってね、一般的にも広く受け入れられているんだと思います。もしね、ジョジョの絵にそういう普遍的な美しさが全く含まれていないとしたら、絵がね、めちゃくちゃ下手で崩れてしまっていたらどうでしょう。多分ね、誰もジョジョの良さが分からずに、その段階でアドバイスを求められた人がいたとしたら、作者にね、こう言ったかもしれません。いや、この変なポーズやめた方がいいよって。ハンニャさんの絵は今まさにその状態だと思います。変なアイデア、一風変わったアイデアを持っているんだけど、それを他人に伝えるぐらいの普遍的な美しさを表現できていません。なので、変なアイデアが変なアイデア止まりなんですね。で、ここからはね、じゃあ具体的にどうすればいいのよっていう話なんですが、正直ね、もうここからはもう、ハンニャさんの領分だと思うので、僕はね、正直あんまり口出しすべきではないかもしれません。ですが多分、それだけだとね、なんか無責任なことを言い放って、精神論だけを言っている人みたいにも思われかねませんので、一例としてね、どういう感じにするといいと僕が思うのか、作例をお見せします。はい。例えばこんな風かな。
ドン。はい、いかがでしょうか。アイデア自体は全然変わっていませんが、普遍的な美しさとして、ブドウのね、このきらびやかな感じと、ツヤツヤした質感を足してみました。そしてね、そのブドウの反射をグラスの中のワインと、あとね、よく見ると目にも少し足しています。つまり、一般的にも綺麗だと思えるような要素を画面に盛り込みつつ、ここね、ポイントなんですが、むしろアイデアの変な部分はもっと過剰に表現してあげるんです。ほら、よく見てみると、ブドウのアクセサリーは元の状態よりももっと大きくしてありますし、そもそも背景にも巨大なブドウを付け加えられてありますよね。僕のブドウ汁、美味しいでしょって感じでしょうか。いや、ブドウ汁はないか。なんていうの？果汁ね、そう、果汁。100% 絞りたての果汁だよ。変な意味がないよ。はい。ここまでやってしまうと、むしろギャグテイストは高まりますが、なんかこう、突っ込めない空気も出てくるじゃないですか。いや、この人真面目にこれやってんだよね。なんかパッと見変な絵だと思ったけど、なんか見ているうちに綺麗だと思えてきちゃった。てか逆にこれ良くない？みたいな。なんかアウェーだった空気を自分の方にこう無理やり引き寄せられるようなパワーを絵に持たせることができたと思うんですよね。もうここまで表現しちゃった絵にね、いやこれブドウない方が良くないとはちょっと言えないですよね。二次創作については少し注意。はい。ただね、ちょっとすいません。ここで気づいてしまったんですが、これ、二次創作のイラストだったんですね。二次三次の坂寄相馬さんのイラストだったということで。はい。すいません。ちょっとね、ここまで気づいていませんでした。そうですね。これまでのアドバイスは、一次創作のイラストとしては間違いではないんですが、二次創作のイラストってなると、ちょっとだけニュアンスが変わってくる部分があります。というのは、特にね、VTuber のイラストとかは、特にそうだと思うんですが、ファンのコミュニティがそのイラストをどう捉えるのかっていうことも多分ね、結構あると思うので、もう好き勝手やっちゃえって、こう無神経に言い放つことも、ちょっとね、難しいっていうのはあります。正確に言うと、好き勝手に書くこと自体は、全然ね、本人の自由だと思うんですが、コメントでですね、添削してくれた人が、このブドウを取った方がいいよって言ってきたって書いてあったじゃないですか。これって、絵として変ということ以上に、その人がどういう人だったのかわかりませんが、いや、私の中の相馬くんはそんな変なピアスしないよ。変なアレンジ勝手に加えんなよ。っていう怒りみたいなニュアンスもちょっと含まれていたかもしれないなって思うんですよね。もちろんね、何を表現したいかは他人に縛られるようなものではないので、どのように書こうとね、ハンニャさんの勝手だと僕は思うんですが、でもね、二次創作であまりにも好き勝手やってしまうと、元の作品があるだけね、やりすぎた分だけ反発が返ってくることもあると思います。もしね、それを気にするのであれば、あるいはその作品をみんなに受け入れてほしいというのであれば、そういう目線も二次創作では必要だということです。全部を全部好き勝手表現したかったら、これはね、もう絶対に一次創作でやった方がいいです。ハンニャさんのコメントを見る限り、ブドウのピアスをつけている人を一番描きたくてとあるので、この作品に関してはね、二次創作でなくてもよかったのかなと思います。むしろね、自分のオリジナルキャラクターでこれをやった方が、のびのびと自由に表現することができると思いますし、意見を求められた添削の人も、もう少しね、建設的な話ができたのかもしれません。はい。さて今日はちょっと、いろいろな部分に対して少しずつフィードバックがあったので、最後に整理してみましょう。まず一つ目。二次創作と一次創作の違いとして、二次創作の場合は元のキャラクターとかけ離れたアレンジを加えてしまうと、描いた本人は楽しくても、それを見せられたファンからは、場合によってはね、反発がある場合があります。もしね、あなたのアイデアをふんだんに盛り込んだようなイラストにしたい場合には、二次創作ではなく、一次創作にしましょう。そしてその上で、アドバイスの二つ目。これはちょっと変わったアイデアだな。言葉にすると、ちょっと変なアイデアだな。って客観的に思うイラストは、途中で人に相談したり、ラフを見せない方がいいです。だってその変わったアイデアが美しくなるようなイメージは、まだあなたの中にしかないからです。言葉でね、それを他人に説明しても、あるいはアイデア段階でそれをこう見せられたとしても、それってなんか変じゃないって言われて終わり。下手したらその反応に傷ついて、もう、やっぱやめようってね、もしかしたら、すごいいい絵になっていたかもしれないのに、途中でね、諦めることに繋がってしまうからです。そして三つ目。アイデアが変であればあるほど、その中に普遍的な価値観を一つ入れてください。色が美しい。造形が綺麗。ポージングが綺麗。楽しい。顔がいい。もうね、何でもいいです。その普遍的な価値観が欠如していると、その作品はただ単に変な作品として終わってしまいます。ハンニャさんが言われたように、本人の意図と反してね、なんかギャグっぽい絵になってしまうんです。はい。
それはね、作者さんの意図するところではありませんよね。この3つのことを意識することで、ハンニャさんの絵はもっともっと魅力的になると思います。特に最後のアドバイス、普遍的な良さを含めなさいっていうのは、これはね、言われて急にできるものではないと思いますので、たくさんね、試行錯誤や練習、重ねていってみてくださいね。結果を焦らずに絵を楽しんでいってください。頑張ってください。応援しています。といったところでいかがだったでしょうか。今回は変な絵、ギャグ感が強いとかって否定された時にどういう風に考えたらいいのか解説してきました。いかがだったでしょうか。普遍的な良さって言われてもちょっと想像つかないな。なんかよくわからないな。という人はですね、こちらの動画、頑張ったのに下手に見えるイラスト、大抵これが原因です。をご覧ください。良さとは反対に、これをやると絵が下手に見えがちだよというのを紹介していますが、下手に見えるイラストを知ることでね、逆に良さの正体をつかみやすくなると思います。興味がある方はこちらを合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。